皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は明治座からお届けします。明治座からお届けするのは私の動画初めてなんで楽しみです。隅田川のほとりに浜町公園というのがあるんですけども、その浜町公園の明治座通りから続くところにある明治座です。もともとは江戸の両国のたもとにあった芝居小屋がここに移設されて、そして初代の左團次さんが明治座というふうに命名したそうです。ということで、そこへ中村屋がどう見せるのか、2020年の本当は公演をやる予定の舞台を今年やると、2024年にやるということで楽しみです。それでは中村屋の明治座に行ってみましょう。レッツゴー。今1演目目の車引きが終わりました。いやー、梅尾丸をやった橋之助さんいいですね。ものすごくパワフルで見応えがありました。この明治座1500席ちょっとの劇場ですけども、私今回3階で見たんですけども、結構傾斜も急なせいで少しコンパクト、歌舞伎座よりコンパクトのせいかすごく音がよく聞こえます。それで皆さん役者の声、言葉がすごくよく耳に響きます。いい劇場だと思います。見やすいです。聞きやすいです。聞き応えあります。最初梅尾丸と桜丸が2人で出てくる。そして桜丸が自分が主人である時代親王と菅原道真の娘のデートの手引きをしてしまったことを悔いる、腹を切らねばと。でも親もいると、嫁もいるというところ、鶴松さん結構手の先まで手のひらの使い方とかとてもうまいと思います。せっせと語る。それに対してパワーのお兄さんの梅尾丸、ということで、そのパワーが際立っていました。そして物語的にはその後この2人の敵の紙幣に仕える兄の松尾丸が出てきて、2人と目を合わせる、対峙する。そこに紙幣が出てくる。で余裕を持って、この梅尾丸と桜丸をいなす。さすがの梅尾丸、雷型の木を持ってやっつけようとするんですけどかなわない、いなされる。そしてでも最後は紙幣が余裕を持って見逃せというふうに松尾丸に伝えました。ということで、いや本当に橋之助さんの梅尾丸、そして鶴松さんの桜丸が良かったと思います。ちょっと、予想より良かったですね。最初梅尾丸の橋之助さんが出てくるとき、少しなんか足取りにパワーがなかったんで、あれ大丈夫かなと思ったんですけど、そこから一転させて力みなぎる姿を見せたのは素晴らしかったと思います。いや、そして先日ニューヨークでいろんなミュージカル見ましたけども、やっぱりこの日本の歌舞伎ストップモーション、見栄がある、そして緩急があるというところが素晴らしいと思いました。いやー本当に車引き予想以上に面白く楽しめました。さて次は一本刀土俵入り、いよいよ勘九郎さん、石之助さんが出てきます。楽しみですね。それでは2演目目に行ってみましょう。レッツゴー。今一本刀の土俵入りが終わりました。いやー、七之助さんのおつたの怪しいまでの美しさが際立ってました。特に最初のまさにおつたと茂兵が出会うところ、勘九郎さんがやってる相撲取りの茂兵が出会うところ美しすぎる。設定は七之助さんが遊女で、もう年を取って少し、年間になって、で、お客さんもそう頻繁につくわけではない、少し、
その置屋からは煙たがられている。でも喧嘩をする若い任侠の者たちには、うちに旦那が来てるよ、頭が来てるよと言って信じてもらえる少し怪しい円熟の美しさもあるという友情役でした。釈婦と、劇の案内では書かれてます。ちょっと長すめ、いや本当に完璧な美しさ、まさに少し円熟した色気を醸し出す七之助さんでした。あらすじ自身は簡単に言うと、横綱になろうとして、でもまだ強くない、力士の勘九郎さんが喧嘩に巻き込まれる。お腹が空いてる、でも喧嘩で弱い者を助ける。でその後でもそのヤクザな連中に襲われそうになる。そこを釈婦の七之助さん、お蔦がお腹が空いてるというんで、お金やかんざしを恵んであげる。でそれから10年後、その茂平は結局横綱になれない、旅の渡世人になっている、任侠の世界に入っている。そこで実はお蔦の旦那でイカサマをした旦那を救う。お蔦はその旦那を茂平が救っている過程で思い出す10年前のこと。この続きは茂平なんだということで、最後茂平はお蔦にお礼を言う。お蔦も茂平にお礼を言う。そして逃げていくお蔦夫婦と子供に向かって勘九郎茂平は言う。これがしがねえ横綱の土俵入りでござんす。最後はほのかに微笑んで勘九郎さん終わりました。これ実は昭和6年に昭和に入ってできた新作歌舞伎ということですけども、非常に筋立てがよくできていると思います。見応えあります。そのキーとなる一つに歌があります。お蔦が歌う歌、これを最後のシーンで子供が歌う。でその子供が歌う歌をヒントに茂平はお蔦の家を訪ねてくる。あともう一つすごいなと思う美しいシーン、お蔦が自分のかんざしを茂平に渡すところ、置屋の2階から自分の帯の先にくくりつける、かんざしをくくりつける。その帯が赤、紅の赤と紫なんですね。ちょっと色気のある帯に結びつけて下に落とす。そこでその帯を通して茂平とお蔦がつながる。そして自分たちの過去を語り合うというところでも、かんざしを早く取っていけと言って取って、スルスルスルと帯を引き上げる。でも帯を引き上げた後、帯を愛おしそうに指で巻きつけて、でもはらりと落とす。そして涙ぐむ。そしてお蔦は三味線をつまびくというぞっくりとするシーンでした。ほろりともしそうになりました。もう圧倒的に主役はお蔦の七之助さんでした。途中はちょっと、わざとらしい、勘九郎さん七之助さん以外のメンバーは少しわざとらしい演技のところも見ました。正直言ってそうですけども、最初と最後はきちんと締まった。最後は勘九郎さんで締まったという一本刀土俵入りでした。素晴らしかったです。今米吉さんの藤娘が終わりました。米吉さん、藤音頭のとこのこのお酒を継ぐ、飲む、そこがうまかったですね。結構米吉さん、私の期待よりもオーソドックスな手堅い藤娘という感じがしました。もともと京成藩高校の大津絵から飛び出て踊り始めたという設定です。そして特にこの藤音頭のところは、藤のこの木にお酒をかけると藤がきれいな色になるという言い伝えもあるそうです。杯で飲むというところ、
なんかそこが非常に米月さんらしい、くるくるっと可愛らしい目の使い方、表情の豊かさが出ていたと思いました。最初の方の口説きとかはその前の七之助さんの一本刀の土俵入りのおつたの姿がまだ頭に残ってるんで、ちょっと威力を出す口説きのところはまだまだかなという気がしました。あとそういう意味では藤娘、実は今年の7月に菊之助さんで見てます。それにやはり比べてしまうと、もっとこれからいろんな人生経験を積んで米吉さんの藤娘良くなるんじゃないかなというふうに思いました。ということで初めて明治座で皆さんにお伝えしました。いや本当に素晴らしい劇場だと思いました。音もいい、見やすい3階席だったんですけども、とても素晴らしい音の響きでした。一番最初にチームラボのどんちょうだと思います。チームラボのミュージアムのようにこのデジタルの動物たちが少し動くというような仕掛けもありました。そして驚いたのは、これは一本刀土俵入りの、中間のこの船大工の場、そして藤娘も出られていましたけども、杵屋三代三郎さん、杵屋三代四郎さんとおっしゃる方だと思います。いやこの声の朗々とした響き、いや素敵でした。驚きました。という音にも酔うと、音にも酔える劇場という感じがしました。にぎわっていてよかったです。今月11月、歌舞伎座の方はようこそ歌舞伎座へというちょっと中途半端な初心者とインバウンド向けの企画だったんで、いや本当にこの明治座来られてよかったです。今日は昼の部だったんですけども、本当は夜の部にも来たいですということで、今日は明治座からお届けしました。ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんのコメントも励みになります。皆さんのコメントをいろいろいただけると嬉しいです。多分私と感じ方見方が違うと思います。そして先日、歌舞伎の見方ということでは、渡辺保さんのセミナーの動画の概略だけですけどもアップしました。ぜひ渡辺保さんの見方、いろんな自分の見方、歌舞伎を楽しみましょう。LINE 公式もやっております。週に一遍皆さんにいろんな歌舞伎とか落語とか伝統芸能の情報をお届けしてますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは今日は明治座からお届けしました。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。それではまた。